皆さんこんにちは。今日は未病でアンチエイジングをするために欠かせない働く心臓についてお話しします。高齢化社会で我々が直面する心不全パンデミックをどう乗り切るか、一緒に考えてみましょう。日本は急速に高齢化が進んでいます。65歳以上の人口は全体の3割を占め、その影響で心臓病をはじめとする様々な健康問題が増加しています。脳卒中、心臓病、その他の循環器病は我が国の主要な死亡原因であるとともに、介護が必要となる主な原因の一つです。そして今、循環器病にかかる医療または介護に要する負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっています。そこで皆様の健康寿命を伸ばすために必要なのがこの未病という考え方です。未病治療とは病気になる前に対策を講じることです。このことにより健康な状態を維持し、快適な生活を維持することができます。これがこれからの社会にとって重要な鍵になると考えています。そして COVID-19 より前から言われていたのが心不全パンデミックです。心不全とは心臓が十分に血液を送り出せなくなる状態です。近年、生活習慣の欧米化に伴う虚血性心疾患の増加や高齢化による高血圧や弁膜症の増加などにより心不全の患者が急増しています。心不全は様々な心疾患がたどる終末像であり、高齢者が最も気をつけなくてはいけない心臓のトラブルの一つです。その心不全患者数が世界の状況と同じように我が国でのデータでも増加を続けており、2025年から2030年には130万人になると言われています。この増加は人口の高齢化によるものです。がんの罹患者数が約100万人ですから、心不全の患者がいかに多いかがわかります。心不全の病気は進行していきます。ある時期から突然死の危険性が高まります。ステージ A、基質的心疾患のないリスクステージは、高血圧、糖尿病、動脈硬化症などのリスク因子を持つが、基質的心疾患がなく、心不全症候のない状態です。リスク因子を上げると、このようになります。ステージ B、基質的心疾患のあるリスクステージになると、基質的心疾患を有するようになり、心不全症候はないのですが、突然死を起こすことがあります。ステージ C、心不全ステージはその通り基質的心疾患を有し、心不全症候を有する患者です。さらにおおむね年間2回以上の心不全入院を繰り返し、有効性が確立している全ての薬物治療、非薬物治療について治療ないしは治療が考慮されたにもかかわらず、ニューヨーク心臓協会心機能分類3度より改善しない患者はステージ D、治療抵抗性心不全ステージと定義され、これらの患者は補助人工心臓や心臓移植などを含む特別の治療もしくは終末期ケアが適用になります。循環器疾患の中でも心不全はがんと同様、あるいはそれ以上に不良な予後を有しているのです。外来患者さんを見ていると、仕事上のストレス、外日リズム不調などで体を痛めつけている場合が少なくありません。そして COVID-19 などウイルス感染そのものでも心不全が起こり、老化が進行します。ここ数年の新型コロナウイルスパンデミックから我々が学んだように、この心不全もまた体の老化の中の心臓の老化を表していると考えられます。このように心不全の原因は動脈硬化、高血圧、不整脈など様々ですが、未病を意識することでこれを予防できる可能性があります。ここ最近の研究により心不全の治療薬も進歩しました。早期からのミネラルコルチコイド受容体拮抗薬、ベータ遮断薬、アンジオテンシン受容体、ネプリライシン阻害薬、SGLT2 阻害薬の4剤併用によって最大の利益が期待できるとして、これら4剤を米国のコミックで有名なスーパーヒーローたちになぞらえてザ・ファンタスティック4と表現しています。私たちのクリニックではアンチエイジング3本の矢を使って NMN で心臓を含めた
各臓器の障害を修復し、5アラで糖尿病やウイルス感染に強い体を作り、そして SGLT2 阻害薬で慢性心不全そのものを治療しています。未病の考え方を取り入れることで、私たちはこの高齢化社会でも健康で活力ある生活を送ることができます。心臓を守るために今できることを一緒に始めましょう。この動画が役立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。